きまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、きまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。軍用機の走行強化は機関機が被弾していない部分を集中的にしろ。今回もかなり有名なやつですね。統計学に関する意外性を物語る小話とか、生存者バイアスに関するうんちくとしてドヤ顔で解説しているのをよく見るような気がします。これは実際のとこどれだけ信憑性のある話なのでしょうか？細かく分析してみていきましょう。1940年代頃、ハンガリーの数学者、エイブラハム・ウォルドという人がこんなことを考えました。戦争はなんて残酷なんや。未来ある若い命が戦場でどんどん消えていく。数学者としてYに何かできることはないやろか。せいや、戦場に行った航空機の被弾データから統計的に分析して、乗組員の生存率を高めるにはどうすればいいかを計算できるようにしたろ。よし、できたぞ。戦場に行った航空機には戻ってこないもんもあるから、そこに未知の要素がいっぱいあって、普通に考えると厳密に計算することはできんが、そこは統計マジックをちょちょいと使って、その未知の要素を実際のデータと関連づけたこの方程式に照らし合わせれば、ある航空機がある区画に N 回の被弾をした場合の生存率の上限と下限を求めることができる。これを軍用機の設計や改造計画に応用すれば、戦場に行った航空機の乗組員の生存率を高められるはずや。ウォルドさんは、戦場に行く軍用航空機の生存率を高めるにはどうしたらいいのかを考えるため、戦場から帰還した航空機のデータを使って、その生存確率を計算しようとしました。しかし実際には、撃墜されて被弾状況が不明な航空機もあるため、その未知の要素を統計手法で導き出さなければいけないという無理難題がありました。そこでウォルドさんは、帰還した航空機の被弾区画と被弾数に基づいて、それらにさらなる被弾があった際に撃墜確率が増加するという一位的な事実を考慮し、ある航空機がある区画に N 回の被弾を受けた場合の生存確率の上限と下限を求める方程式を導出することに成功しました。これは当時非常に画期的なもので、軍用航空機の安全性評価に広く貢献することとなりました。これが、今回のテーマの元ネタとなる研究の一次資料に近い論文資料から読み取れる内容となります。それでは、この研究から、軍用機の走行強化は機関機が被弾していない部分を集中的にしろ、ということが言えるのかどうか分析していきましょう。ここまで飛ばさずに動画を見た方はもうお気づきですね。はい、全くそんなことは言えません。ある論理軸について間違っているとかずれているというでもなく、全然違う話になっています。どうしてそうなった？一般に出回っているこの話の共通パターンはほとんどのものが同じ内容となっており、こんな感じの航空機の上面図に被弾箇所を示すドットが記してあり、これを見てあなたはどの部分の走行強化をするべきだと思いますか？と、なんとなくドヤ顔で言ってそうな質問文の後に、統計学の観点からは、実は被弾していない箇所を走行強化すべきなのです。なぜなら、ドット以外の部分を被弾した航空機は撃墜されて戻ってきていないからです。あなたはおそらくドットの部分を集中的に強化すべきと思ったことでしょう。ですがそれは認知の落とし穴です。生存もしくは成功した事例だけに着目し、失敗もしくは淘汰された事例の要素を見落とすことを生存者バイアスと言います。これを機に、正しい統計知識をあなたも身につけましょう。といったように、文面から力強い鼻息を感じるようなものがよく見受けられます。何例か確認したところ、
動画投稿サイトについては基本素人さんばかりなので仕方ないとして、結構大手メディアの自称サイエンスライターさんが書いているような記事でも同様のものがあったりで、かなり根強く広まってしまっているようです。しかもこの話、元の研究報告と違うというだけではなく、かなりおかしなことを言っています。まず、元研究では気管期の区画別の被弾数をデータとして用いているのに対し、出回っている話では、被弾箇所の分布についてをデータとして見ています。数と分布なので、これは全く違う事項についての話をしていることになりますが、分布という観点で見たなら正しい話なのかというとそれも違います。そもそも、単純に被弾箇所と被撃椎という事項については、これは統計学的な視テーマとして扱う分野ではなく、航空機の設計工学の話です。基本設計としてどこの走行を厚くしたらいいか、またはできるかどうかは、こちらの分野で主にエンジニアが真っ先に考えることであり、航空機に対しての質量弾による撃墜可能性という現象の特性上、数学者が専門的に統計を取るまでもなく、それは機関部や搭乗部や燃料タンクなど、バイタルパートとして大体相場は決まっています。それ以外の部位について細かく調べたいといった場合、専門的な統計を用いることも考えられますが、その場合、統計機を用いての試験を繰り返すという直接的なデータ取得になることが普通でしょう。航空機の運動性能や相手の兵器の特性によっても被弾や撃墜という要素は変わるので、撃墜された機体がどう落ちたのかがわからないのに機関機の被弾箇所以外を一律で厚くしようなんて、軍上層部が言い始めたらパイロットは怖くてたまらないでしょう。普通にその箇所が被弾または損傷しやすいという可能性も十分にあり得ます。ウォルドさんの仕事はそういうことについてではなく、そういった前提は踏まえた上で、実際の各区画とその被弾数に対する撃墜率のスコア値を絞り、航空機の生還率を効率よく高めるにはどうしたらいいのかを定式化したことです。これが、機関機が撃たれてない部分の走行を強化するべきと言っているとはなりません。また、生存者バイアスは認知バイアスの一種であり、簡単に言ってしまえばある特定条件においての人間の思い込みのことです。認知バイアスそのものは人間共通に発生し得る認知的要素であり、統計学に限らずあらゆる学問研究においても留意するべきものですが、これそのものについては認知科学や心理学といった分野のテーマであり、こういった研究で統計学的なアプローチをすることはあっても、それ自体は統計学ではありません。つまり、軍用機の生存率を高めるためには、機関機が被弾してない箇所の走行を厚くすることが正解ということには全くならず、そもそも元の研究で言及していることでもなければ統計学的知見とも全く関係ない、謎の結論の断定と誤った教育が行われているという、目も当てられないことになっています。仮にウォルドさんがそんなことを言っていたとしたら、戦争に行く若者を救うどころか、航空技師との不毛な内部抗争が勃発していたことでしょう。なんかこういうの、政治の話だとよくある気もしますが、中道とは一体どういう定義で、その思想が同国家にとって有益なのでしょうか？ジャイアンが2と言って、スネ夫が3と言い、のび太くんがじゃあ 2.5 にしようと言っても、1+1 を問われているのなら、正しいのはジャイアンです。そんなわけでこの話は、実際に存在した統計学者の研究報告を引用しているものの、その研究の内容とは全く違うことを言っており、しかもその改変された内容も完全に意味不明で間違っているというものであるだけでなく、生存者バイアスのうんちくとしているその言説自体が、確証バイアスや権威バイアスなどによる錯誤によるものという、1打席で3アウトを取ったみたいな、ある意味見事とも言えるヨタ話でした。なんでこんなに間違ったことがここまで広まってしまっているのかを考えてみたところ、この話はビジネス関連のサイトで使用されている傾向があることがなんとなく見て取れました。うんちくを垂れ流して、顧客に対して知識でイニシアチブを得ようといったところでしょうか。利用しているサービスがこの話をしてきたら、すぐに契約解除した方がいいでしょう。この話を疑いもせずにドヤ顔でするということは、少なくともその人は情報や経済に長けてはいません。今回の参考文献は、概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。なお、この話はネタとして一般会話で使用されることは十分によく考えられますが、
カジュアルな場においてあまり強い感じで間違いを指摘すると、人間関係を壊す可能性がありますので、用法用量を守って正しくお使いください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、やっぱり登録してくださいお願いします。あといいねと、俳句とかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、であった知らない人に宣伝しておいてください。